皆さん、こんにちは。今回は、総中コンのチュートリアルということで、武器の特徴からコンボ選択の方法まで、全般的に説明していきます。これから総中コンを使おうと考えている方にも、すでに使われている方にも、この動画を見れば、かなり理解が深まるように作成したので、参考になればと思います。それでは、まずお話しする内容についてです。1、総中コンについて。まずは、総中コンがどのような武器か説明していきます。2、幼虫の使い方。総中コンを使いこなすためには、一緒に戦う幼虫の理解が不可欠です。そこで、幼虫の基本的な使い方を説明していきます。3、モーションとコンボの選択。総中コンのモーションとコンボの組み合わせはたくさんあります。そのため、コンボの選び方がわからないという方が多く見受けられたので、しっかり解説していきます。4、実践例の紹介。3で説明したお話を踏まえた上で、私が実際に使用したコンボの例を紹介させていただきます。このように、この動画は4つのパートで作られています。概要欄に、それぞれのパートの開始時間を載せておきますので、各自に見たいパートをつまんでいただければと思います。それでは、早速進ませていただきます。総中コンは一言で表すと、適応力の最も高い武器、です。体験のような火力の大きい一発はなく、双剣のような属性ダメージは出せません。ですが、総中コンにはどんな攻撃が来ても、避けて反撃に転じる適応力があります。総中コンは火力が低いから弱い、という偏見を持つのではなく、特徴を活かせるようにしましょう。また、総中コンはモンスターからエキスを回収して幼虫と一緒に戦う武器です。赤エキスは、攻撃アクションの強化。白エキスは、移動速度とジャンプ高度の上昇。橙エキスは、防御力上昇と攻撃時ののけぞり無効。エキスそれぞれにステータスアップの効果があり、さらに赤白、白橙、赤白橙にはボーナスがつきます。赤白橙は攻撃力上昇量大であり、総中コンのエキス維持で最も強い状態ですが、90秒経つと、エキスの回収をし直さなくてはいけないデメリットもあります。そのため、赤白エキスの攻撃力上昇量中で立ち回ることも少なくありません。とはいえ、強化時間を伸ばすスキルや、幼虫強化機という赤白橙の時間を伸ばすスキルの登場で、3色の維持も難しくはありません。基本的には3色で立ち回るのがおすすめです。赤白エキスを使うタイミング例としては、3色を取るとエキスの再回収が必要な場合などです。この場合は、初めは2色で戦い、一定時間後に3色使うようにします。気になる方は、右上の動画を参考にしていただければと思います。総中コンがどんな武器か説明したところで、次に、幼虫の使い方に進みたいと思います。幼虫には、エキス回収の役割以外にも、攻撃やサポートをする能力があります。幼虫をモンスターにつける方法は、印当て、引弾、吸収付きの3つです。印当て。幼虫が、印を当てた部位に自動で攻撃します。引弾。これも同様です。ワールドの頃は、この2つしかなかったため、攻撃の合間に組み込むことが多かったです。しかし、アイスボーンでは、吸収付きという高火力かつ印をつけられる攻撃の登場で、ほとんどこのモーションで印をつけることが多いです。また、幼虫の種類によってサポートの役割は変わります。幼虫の選び方については、すでに紹介させていただいているので、気になった方は、そちらをご覧ください。次が、この動画のメインとなる総中コンのコンボについての解説です。総中コンのコンボ選択は、属性値によっても変わるため、属性なし、属性、快進撃、属性、の3つで検証しました。前提として、検証に使用した荷車の物理肉質は85、属性肉質は30であり、重複ヒットを無視した計算ではない数値の合計です。数値はおおよその傾向として、私の解説のみご理解いただければ問題ありません。それでは、1分間あたりの DPS 測定をご覧ください。
はい、それでは解説に移ります。今回、比較に使ったコンボは4種類です。丸1、最重要コンボ。これが、総中コンで最も使うと言っても過言ではないコンボです。属性に関わらず、かなりのダメージが出ていることがわかります。丸2、角度コンボ。これは、2段切りから飛燕切りに派生するコンボです。DPS 自体は低めですが、使うことがあります。この理由が一番大切で、後ほど紹介します。丸3、定点コンボ。これは快進撃属性で一番の DPS になることがあります。表の丸1と丸3をご覧いただくと、無属性で1000ダメージ、快進撃属性でも600近く丸1の方が上です。しかし、これは冒頭でもお話ししたに車の物理肉質85、属性肉質30及び、使用武器の属性値を会心の関係で660に留めていることが影響しています。例えば、テオテスカトルの頭は傷ありで物理66、属性30です。このような相手に快進撃属性で挑む場合、定点コンボが一番いいです。右上に、マム武器でテオテスカトルの狩猟をした動画を載せておくので、参考になればと思います。丸4、吸収付きコンボ。これはかなり優秀なコンボで、火力の高い幼虫を使えばもっと伸びるコンボです。しかし、同じ場所に連続して吸収付きをするには、一度離れて空中回避をすることが多く、しっかり考えなくてはいけません。それでは、4、実践例の紹介に移り、コンボ選択のまとめに入りたいと思います。まずは、丸1最重要コンボです。転倒に合わせて、突き、投げ払い、飛燕切り。ただし、前足に引っかかるのが難しいため、普段は当たるような切り方をしています。丸2、角度コンボ。スピアックの顔に当てるために、角度コンボを使用しています。ここで一番大切なことが、起き上がりギリギリで飛燕切りを当ててひるませています。よく、DPS とそればっかりな方がいますが、実はそれは少し違います。早く狩るための最も大切な指標は、攻撃のセット数です。丸3、定点コンボ。使用武器は黄金の超刀、水です。定点コンボ、飛燕フィニッシュでセット数を組み込みます。丸4吸収コンボ。ティガレックスの腕は面積が広いため、2回連続で吸収付きを使っても当てることができます。遅かったので、頭にヒット。次にダウン時のコンボです。角度的に、強化連続切り上げからコンボします。はじめに強化付きを省略しているので、飛燕切りでフィニッシュできていますね。このように、武器、モンスター、状況によってコンボを工夫する必要があるのが総中コンです。まとめるとこんな感じです。総中コンは、自分なりの動きでどんどん進化する武器と言えるでしょう。ぜひ、皆さんも総中コンを使いましょう。それでは、またお会いしましょう。